通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、先日もお伝えしましたフィンランドの政治家らによる釣り目問題の続報になります。あれからですね、この問題については火曜日に会合を持ちますよ、そのように言われていたんですが、その火曜を迎えまして、各党のリーダーらが状況をアップデートしました。で、さらにはですね、現在これにより日本とフィンランドをつなぐ航空会社フィンエアーに影響が出始めているということで、現在ですね、この日本の X アカウントが、荒れに荒れている状況なんですね。すると現在これに伴いですね、このフィンエアーの人種差別に関する口コミというのが続々と発掘されているという状態になっておりまして、結構この航空会社やばいんじゃないのと、そんなことも言われ始めているんですね。で、さらにはですよ、これね、ほんと盛りだくさんなんですが、またね、釣り目写真をアップしていたすっとこどっこいがね、発掘されたということで、本日はね、この最新情報をまとめて見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、このフィンランドの政治家らによる釣り目騒動、現在ですね、大変なことになってますね。もう全く鎮火する気配がありません。で、これに関してはね、先日もお話ししていたんですが、今週火曜ですね、これに対しての議論が持たれるということになっていたんですが、ちょっとね、もうそれ以外にも様々なことがね、発掘され、燃えに燃えておりますので、ちょっと今日そのアップデートをね、見ていきましょう。まずね、もうこちら見えておりますが、これですよ。こちらね、サチさんが16日に投稿しているんですが、フィンランドの市議会議員らしい人が、釣り目ポーズでキャンセルカルチャーにはうんざりとのことですが、私はフィンランドにうんざりですよということで、こういった画像をシェアしてくれているんですね。こちらになるんですが、これがね、この収録時点から5日前の投稿になります。今回これが新たに発掘されたということですね。やれやれ。つまりこの件のせいでサラ・ジャフチェはクラウンを手放すことになったというわけだ。そこまで深刻な話ではない。片頭痛か何かその程度のものだろう。フィンランドで渦巻いているこのキャンセルカルチャーは本当にひどい。メディアが人の人生にここまでの影響力を持つべきではない。じゃあこれね、一体誰なのかと言いますと、こちらなんですね。マリカ・プオリ・マトカがタンペレ市議会におけるフィン人党議員団の新団長に就任。ということで皆さんね、もう何の驚きもないと思いますが、これね、フィン人党だったんですね。市議会議員の団長と。これね、2024年の記事です。これまでね、釣り目の写真というのは、こちらの5人が大変有名になっていたわけですが、この冗談ね、一枠空いてますので、ここで晴れて6人目が登場。ミスフィンランドフューチャリングフィン人党が完成したということですね。フィンランドは何と戦ってるの？何かあったのマジで。釣り目でアジア人をバカにするのがカルチャーなんかよ。つくづく日本人と欧米人は根本から違う民族なんだということを思い知る。キャンセルカルチャーにはうんざり。よくわかる。だから我々は差別をする。絶対に越えられない壁。全く理解ができない。ミスフィンランドの剥奪に抗議してってことなら、剥奪した主催国に対してならわかるけど、なんで他の議員などがアジア人に矛先を向けるのか理解できない。もう本当にこれですね。ミスフィンランドのキャンセルに対しての抗議。この目的とやっていること、この釣り目ですね。全く繋がっていないということですね。ここが大きな違和感なんじゃないかなと思います。そしてね、火曜日に議論を持ったということで、こちらね、ヘルシンキ新聞、最新のアップデートです。国民連合党のコプラは幽霊で明言した。これフィンランドの公共放送です。フィン人党の議員たちは人種差別を行った。フィン人党の国会議員が行った釣り目のジェスチャーは人種差別的だと国民連合党の国会議員団長ユッカ・コプラは述べた。意図に関係なく人種差別だとコプラは火曜の夜 A スタジオで語った。つまり与党第一党ですね。この国会議員団長、これ党首じゃないですよ。国会でのね、実務上のリーダーですね。この人物は明確にこれをね、人種差別だと非難したと。なんですが、こちらなんですよね。フィン人党の国会議員団長、ヤニ・マケラは A スタジオでこれとは異なる立場を示した。彼の考えでは、議員たちが人種差別の意図はなかったと述べている以上、この釣り目ジェスチャーを人種差別的と解釈することはできないという。ここで人種差別のレッテルを貼るつもりはないとマケラ氏は述べた。ということで、このね、与党の中でも現在割れているようで、フィン人党の団長は、これは人種差別ではないと、このように言ってるんですね。でね、このヤニ・マケラというフィン人党のね、この団長は、かなりヤバい人物でして、これね、X にアカウントがあるんですが、まずこれですね、この今回の騒動をね、取り上げてるメディア、この投稿に対して、ここにいるんですよ。はい。いい加減にしろ。これをスキャンダルに仕立て上げようとするなんて、自分たちが笑い物になっているだけだ。そしてね、さらにこれを引用いたしまして、メディアがこれ以上しつこく聞いてくる手間を省くために先に言っておくよ。この議員の行動は全面的な支持を得ている。
すごいでしょ。こういう人なんですよ。もうつまりこの人物はですね、もう花からこれですね。これらの行動というのは党の全面的な支持を得ていて、何一つ人種差別的ではないと。このように明言している人物なんですね。だから火曜の会合でね、与党第一党がこれは人種差別だという態度を示したところで合意するわけないということですよ。オルポ首相はフィン人党が自党の議員を処罰すべきかどうかという質問をはぐらかした。オルポは以前、政府のルールに違反して処罰が伴わないのであれば、その政府は機能不全だと述べている。連立与党の各党は火曜日の早い段階でフィン人党の国会議員が公開した釣り目の写真を非難した。この問題は今後、フィン人党の判断に委ねられることになると、ユッカ・コプラは議員団長会合後に語った。ということで、火曜日の会合で出た結論は、フィン人党に委ねますと。こういうことだったわけですね。なんですが、この時点でですね、すでに両党の言っていることというのは割れておりまして、彼は火曜日、議員団長会合後に、与党各党の共同声明だとする文書を読み上げた。声明では、次のように述べている。与党各党の議員団長は、これらの言動を明確に非難する。これらはフィンランドの名声を傷つけ、損なうものである。侮辱的なジェスチャーや画像は無責任な行為であり、何一つ建設的なものをもたらさない。国会議員は自分自身や自党だけを代表しているのではない。そしてここですね。この声明では人種差別という言葉は使われていないと。で、さらにはこういったありさまです。コプラ氏によれば、この見解は与党各党の共通認識だったという。しかしマケラ氏は、フィン人党は少なくとも全面的には他の与党の見解を共有していないことを示唆した。ということでですね、火曜日にね、会合を行いまして、国民連合党は与党のね、一致した見解として、これらの言動を非難すると、このように言ったんですが、フィン人党はですね、いや、俺たち全員共有してるわけじゃないからねと、このように言っているというわけなんですね。で、そんな中ですね、日本とフィンランドを結びます航空会社ですね、フィンエアの業務に支障が出ているそうです。フィンエア、釣り目写真は当社の事業に悪影響を及ぼしている。航空会社フィンエアはユレに対し世界中に拡散した人種差別的だと受け取られている画像が同社の事業に悪影響を与えていると述べている。これらの画像が人種差別的だと受け取られているとしてフィンエアジャパンの X アカウントには多数のコメントが寄せられている。コメントのメッセージはいずれも同じ方向性だ。この国に旅行するな。フィンエアを利用するなというものだ。とコミュニケーションディレクターが電子メールで語っている。ということでですね、現在ね、こちら、フィンエア日本支社ですね。ここの公式 X アカウントというのがあるんですが、クリスマスの時期だからというのもあるんでしょう。あまりね、ポストというのをしないんですが、12月15日、こういったポストをするんですね。フィンエアに乗って美しい冬のヨーロッパへ出かけてみましょう。オーロラやサンタさんとの出会いが待っている。まるで魔法のような体験を。するとですね、ここね、相当とつられたんでしょうね。このような声明を発表します。一部のフィンランド議員が言及した発言や投稿は、フィンエアの価値観を示すものではありません。我々はいかなる差別行為や不適切な言動も容認しません。多様なバックグラウンドを持つ社員と世界中のお客様に支えられる航空会社として全ての方に敬意を持ってお迎えすることをお約束します。するとですね、ここでこのフィンエアに対する口コミがね、このようにポストされるんですね。綺麗事書いてんじゃないよ。ヤフコメにこんなのが出ていたぞ。フィンランド航空と聞くだけで不愉快だからアジア路線から撤退しろ。そしてこのスクショですね。フィンランド航空に乗ったことがあるが、金髪 CA に差別されている感じや違和感が確かにした。アジア人だけ飲み物飛ばされたり、降りる時も白人乗客には一人ずつ See you って挨拶してるのに、アジア人の時だけそっぽ向いて無視してたし。という、これね、ヤフコメに寄せられた一つのコメントのスクショなんですね、こちら。ただこれね、時間が20時間前になってるでしょ。そうすると、ちょっとこれも本当かどうかわかりませんよね。もうすでに炎上しちゃってるんで。でね、ちょっと僕ら調べてみたんですが、このフィンエアね、すごいです。まずこちらです。これね、今月の投稿になるんですが、フィンエアで男性 CA に差別的な態度取られて以来、フィンランドのイメージ、こんな感じなんだけど、なんか納得してしまった。ということで、これね、もう今アカウントごと消えてしまってるんですが、おそらくこの文面を見る限り、ミスフィンランドの釣り目の写真がね、アップされていたんじゃないかと思いますが、この方ね、フィンエアで男性 CA に差別的な態度を取られたと言ってるんですね。で、この書き方を見る限り、本当っぽいでしょ。そしてさらにこちら、これね、2024年7月の投稿です。フィンエアの CA さんからやられたことがある。ブルーベリージュースを頼んだら小馬鹿にしたように、もう一回ブルーベリーと言ってみろって何回か言われたな。発音には自信がないし、とっさに言い返せなかった。あなたはレイシストかぐらい言ってやればよかったな。ということで、ここでもこの CA の人種差別について言及されてるんですね。これ去年ですよ。そしてこちらフィンエアの文字通りの口コミですね。2021年の投稿。そしてね、利用したのが2020年と。CA が最悪の航空会社。
とりわけ CA がひどいと書かれている他の方のレビューに大きくうなずきます。これみんな書いてるんですね。ひどい人種差別だと思います。背の高い金髪のフィンランド人の CA。とても美人ですが心は歪んでいます。周りの西洋人の客から同情されるほどの差別を受けました。もう二度と乗りません。ということで、この方、激おこです。二度と乗らないと。これまだあります。こちら英語での投稿ですね。人種差別的なカスタマーサービス、そしてひどい運営。最悪の接客で、スタッフは人種差別的。フライトは欠航と遅延を繰り返し、次の便の詳細もわからないまま空港で12時間も過ごすことになった。ということで、ここでね、この人種差別の文脈で、かなりひどい目になったということなんでしょうね。で、これね、まだまだ出てくるんですね、こちら。今年6月の投稿ですね。6月にフィンエアを利用して、セントレアからヘルシンキ経由でパリに行った時に、航空職員と中年女性のフライトアテンダントから露骨なアジア系差別を受けました。空港ではさっさと手続きしてもらいましたが、終わりに聞こえるように、はぁ、とため息をつかれました。それはまだいい方でしたが、中年女性のフライトアテンダントの方は、他のフィンランド人と思わしき客と会話しているところに私が通りかかると、わざとらしく鼻でこちらを嘲笑し、バカにした口調で出口の説明を英語で始め、露骨に感じ悪かったです。そしてね、やっぱりここにも書かれているんですが、このね、CA に関しては、アジア系差別で感じが悪いという意見が他にもあったので私だけじゃないみたいと。そしてね、こちら2018年の口コミです。ここね、ビジネスクラスで取った自分の席。ここに白人の若い男性が座っていました。白人女性の CA に、ここは私の席だと告げましたが、自由席だから好きな席に行けと命令口調で言われました。念のために記しますが、この程度の英語を私がリスニングできないということはありません。このやりとりは複数回続きました。すると、そのやりとりを見ていた客室責任者と思わしき CA が、私の席を占領していた人をようやく移動させました。自由席だから好きな席に行けと命令口調で言い放ったこの CA は、人種差別主義者ではないかと残念ながら疑わざるを得ません。あくまで試験ですが、他の理由はどう考えても思いつきません。自由席で運行するなどありえません。この手のプロモーションは今控えた方がいいです。それよりも本国へ向けて公式に非難声明を出して、それを日本へ発信する方がはるかにイメージアップに貢献します。じゃあなんでこういうのが追加されているのかご説明いただけます？記者は国営企業ですよね。これね、国営というか、フィンランド政府がね、大株主なんですよね。過半数以上持ってると。この問題が持ち上がってから、自国の政治家がこんな愚行をしていることに抗議したんですが、したのなら、それどこに書いてあるか教えてもらえますか？クリスマス前にサンタの国から差別されるとは思わなかった。この差別行為にアジア人差別は含まれていないからね。現在、ソーシャルメディアで続いている議論は、フィンランドの国としてのイメージ、そして私たちにとって重要な国際市場における事業の双方にとって有害だと広報担当ディレクターは述べている。当社には非常に国際的な顧客層があり、社員も50を超える国籍を代表している。フィンエアーは長年にわたりビジネスフィンランドと協力して日本におけるフィンランドの魅力向上に取り組んできたと語る。日本はフィンエアーにとって重要な市場であり、同社は40年以上にわたって日本へ就航してきた。フィンエアーは来年夏には日本・ヨーロッパ間での最大の航空会社になるという。はい、ということで本日はですね、現在日本でも燃えに燃えておりますフィンランド政治家らによる釣りメソード、その最新アップデートを見てまいりました。いかがだったでしょうか？今回ね、特にフィンエアーに関しては、変にね、一言、政治家らの発言はね、自分たちとは関係ないんだ。こんなことを言ってしまったがために、おそらく今後もですね、この航空会社使って、ひどいアジア人差別に遭いましたと。こんなコメントは増えていくかもしれませんね、逆に。実際ですね、これまでの流れやこういったものをね、見たりすると、もう何年も前から続いております。ああいった口コミが、虚偽のものだとは正直思えませんよね。本当にそうなんだろうなと思ってしまうのはプクタだけでしょうか。で、今後もですね、議会では一応、皆さんから見て今日と明日ですね、議論するということですので、また何かアップデートありましたらお伝えするかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。